しかも新月図に重なっているということは、もうめちゃめちゃこの T スクエアが大事なんです。今回の新月図、本当に気をつけなきゃいけない落とし穴がある。その上で、小惑星の位置がたった一つのキーワードを示してくれているから、それだけ気をつければいい。ということですから、意外にやりやすいと思うんですね。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日は2026年6月の15日、日本時間11時54分に起こる双子座の新月図の解説です。そしてこの双子座の新月図は、ここから1年、皆さんのビジネス運を上げるためにどうすればいいのかという宇宙からのメッセージが含まれているので、非常に大事です。日本は違うかもしれませんが、私の住んでいるオーストラリアや他の西洋の多くの国では、実はこの双子座の新月を境目に、6月の終わりが、End of Financial Year なんですね。つまり、ビジネスの区切りはここ。そして双子座の新月を見て立て直して7月からこれから1年のビジネスアイデアを練るという展開になってます。私も実際開業して12年目ですが、3軒ともクリスタルショップを成功させておりますが、必ず双子座の新月図を見て、今年はこういうものをみんなが求めているだろうとか、こういうやり方、こういう話し方、告知の仕方が皆さんにとっていいだろうとかいうアスペクトからのメッセージを受け取って計画をしております。ですから、自営業の方はもちろん、会社で出世をしていくという目標を持っている人も、今回の双子座の新月に書かれているメッセージを真摯に汲み取って、ぜひ計画に入れていってください。必ず1年間ビジネス運が向上していくと思います。では、まず、見よう。ちょっと待って。はい。こちら、双子座の新月図をお見せ、しておきます。こっちですね。はい。これが双子座の新月図です。まず、サビアンシンボル、どこので起こるか見ると、双子座の25度で起こります。これは大きなパームツリーを剪定する庭師というサビアンでして、大事なものを守るために枝はあちこちに伸ばすのではなくて、必要なものだけを残して剪定する必要がありますよねということなんです。そのままにしておけば結局倒れてしまう。ですから大事な中心を守ることが大事。リストラみたいなものでもあります。会社で言うと、このまましていくと会社で全員ダメになるから、リストラをして必要なものだけを残して幹を守るという作業かもしれないし、人間関係でも皆さんのビジネス運が上がっていくために何か波動を下げるような考え方が後ろ向きだったり、文句ばっかり言っているようなエネルギーからはもう縁を切っていくみたいなことも必要であるというのがこのサビアンの度数です。まずこれが一つのメッセージですね。そして今度はアスペクトですが、アセンダントは乙女座、そしてこちら ABC は双子座です。どちらも支配星は水星なんです。なので水星の位置が大事だよということになるんです。新月よりも水星が大事かもしれないという考え方をコンファームすることがもう一つありまして、実はこの日新月に入ってからずっとボイドタイムです。通常は新月に入ってすぐに祈りをするんですが、ボイドタイムに新月の祈りをしてはいけないのでできません。そしてボイドタイムが明けるのは、この日中に月は蟹座に移動するんですが、そこからやっとボイドタイム明けとなります。つまり双子座の新月ですが、双子座に月がいる間は新月の祈りができないように神様がブロックしちゃってる感じなんです。どれだけ蟹座のエネルギーを大切にしているかというのがよくわかりますね。ですから皆さんはもうこの日の日本だったら10時近くになってからですので、ボイドタイムが明けるのは夜10時以降に蟹座に移ってから双子座の新月の祈りをするというイレギュラーではありますが、これがおすすめです。で、なんでこんなに蟹座っていうと、さっきの剪定もそうですが、実はネガティブな負の感情は手放していくことが大切だという
メッセージも含まれていますし、真ん中の自分の信念を通すために、自分が愛しているものは何かっていう、もう蟹座の愛しているものを守るために、本当に蟹座っていうのは守る。大好きな人を守る。家庭を守る。守るエネルギーが強いんですね。そういうエネルギーがビジネスに大事だということになります。で、早速ですね、さっき言った水星の位置が大事でそこ見てねという宇宙からのメッセージなので見ます。この水星は10ハウスの蟹座にいます。そして、なんで水星見てって言ったのかっていうのは、水星がプシケという小惑星とハイジアという小惑星とコンジャンクションしているからです。ここ大事よってテストに出ますよみたいに先生が言ってる感じですね。10ハウスってまさにビジネスの場面です。社会的使命を果たす場面で、まず蟹座的であれ、仲間、大切な人たちの気持ちに寄り添い共感する。自分の利益だけではなくて、その行動、その言葉を言うだけで周りにどんな気持ちにさせるんだろう、不安にさせないか、ざわざわさせないかというところまで考えられる人がビジネス運が上がるということですね。で、プシケというのは、その蟹座にいるときにさらにですが、自分の愛するものがはっきりしていて、たった一つの愛するものを守るために、この愛を成就するために、あらゆる課題とか邪魔とか難題があるんですが、屈せずに自分の力でこの愛を信じ続けて貫いた女神なんです。なのでそういう天体なんです。つまり自分の愛するもの、人生、それが仕事、対象を愛し続けて、自己責任で愛したものを守る姿勢を貫き通しなさいということになります。で、ハイジアも同じく、すごくハイジアとプシケは似てるんですが、純粋な思い、どこから見られても裏表なく一貫して自分の愛を貫いている姿なんです。例えば八方美人で、これよりこれがいいよねってこっちには言ってて、反対にこっちではこれよりこれがいいよねって言っている人、何も一貫して自分が愛して信じているものがない人は、ビジネスの神様から見放されていくフェーズに入ってますね。ですから気をつけましょう。例えば、アロマセラピストだとして、私はアロマの世界が大好きで、パワーを心から信じています。ここに全て必要なものがあるから、他はいりません。と言ってアロマの愛を伝え続ける。そうするとアロマの神様から愛されてビジネス運が上がっていくという感じです。それからハイジやプシケ、水星がくっついているということは、この3つのキーワードの中にセルフケアというものがあります。蟹座の中にもセルフケアというキーワード、家とか自分で自分の大切な家族を守ろうよっていうセルフケアなんですが、ハイジアはどちらかというと体のセルフケア、プシケは心のセルフケア、そしてセルフケアの仕事、水星ということなので、心と体と人生のセルフケアにつながるような仕事がこれからどんどん伸びていくと思われます。セプタグラムもアストラアロマという私の開発したアロマもあって、これは心をすごく安定させてくれたり、チャクラを整えるメソッドが入っていて、そこで体の不調和を整えていったり、周波数を上げるクラスがあって人生が整っていったりします。全部自分でやるんです。日常の言葉をこれからこれに変えるとか、日常にアロマを使うことで自分の心の中にあるネガティブなものを浄化するとか、全部自分でできるように準備しているんですが、そのようなセルフケアというのは大きなキーワードになっていると思われます。そしてもちろんこのアスペクトですね、全部の天体の位置、アスペクトを実はオンラインのお茶会では全部解説するんですね。それは先生術の練習にもなるし、習ってくださってる方が来てくださるというのもあるんですが、もちろんもうプロだと全部のアスペクトを解説して、この話を5割、この話を2割みたいにして、全体像を見ていくんですが、余計ややこしくなってしまいますので、大事なところ、結局何すればいいのかわからなくなるじゃないですか。ですからここでは本当に大事なところをピックアップして、ここだけを聞いていただければ大丈夫という動画に仕上げておりますんで、もう一個大事なところを言わせていただくと、
9ハウスに新月があって、この新月のある9ハウスの双子座にセレスと太陽も、セレフと天王星も存在しているということです。で、9ハウスというのはコンフォートゾーンを出る場所なんですね。なので、コンフォートゾーンを出ることも大事ということです。で、ここで本当に勘違いしちゃいけないのは、コンフォートゾーン出なさいって言われると、急にみんな SNS 始めたり、発信したり、外に出ていかなきゃいけないと思い出すんですね。自己表現をしなきゃ。で、そもそも自己表現をいつもしていたり、自分の権利を主張するのが居心地がいい。言わないで黙ってるのは難しいという人だっていっぱいいるんですよ。で、その人にとっては、それがコンフォートゾーンになってるんで、ちょっとそうじゃなくて、もう少し受け入れるということ、言わないで我慢するということを、ちょっと違和感があるけど学んでいきましょうよということになりますから、あくまでコンフォートゾーンというのを皆さん勘違いしないようにするということが大事ですね。で、今回、その大きなヒントがあるんですが、ちょっと前に天王星とドラゴンヘッドのアスペクト解説という星読みクラスと匹敵する内容の動画を上げています。まだの方はぜひそちらを見ていただきたいんですが、そこで天王星とドラゴンヘッドがアスペクトを取るというのは大変なことだと説明しています。そして、今回これが新月図にあります。天王星双子座の2度、ドラゴンテールが乙女座の2度、そしてドラゴンヘッドが魚座の2度、つまりかっつり、もうキッチキチの T スクエアを取ってます。そしてこれはその動画でも8年に1度ぐらいしか起こりまへんでということを話しておりまして、それがやってきているということは、しかも新月図に重なっているということは、もうめちゃめちゃこの T スクエアが大事なんです。で、ここに全てが詰まっていると言っていいと思います。天王星は変わらなきゃいけない。コンフォートゾーン出て変わらないといけないよ。T スクエアだからそうじゃないとちょっと厳しいよ。厳しい出来事起こるよと言ってます。でもセレスもそこにいるから、でもそこに気がついてあなたが変わればすっごい成長できるよって言ってます。そこに新月もあるから、そしたらビジネス運爆上がりですせと言うとるわけです。ですから、変わる。イコールめっちゃいいことなんで、もうこの際、コンフォートゾーン出ようって決意して変わることがおすすめです。何も怖がることはないということになります。8年に一度強力な生き様の変容改革をリクエストしてきているので、それをした人が報われるですね。で、まず、本当は皆さんのコンフォートゾーンがどこかっていうのは、これも多分思い込んでるのが違うことがあるんですよ。やっぱり変わらない自分で言おうとするので、本当は外に出ていかなきゃいけない人は、私はちょっと言い過ぎちゃったりするから、コンフォートゾーン出るということは我慢もうちょっとするっていうことね。いや、おい違うぞっていうこと結構あるんですよ。逆もしかりです。大体逆にみんな取るので、もうそれは本当私個人セッション2万件やってる。そのたんびに言います。あなたはね、もっと言った方がいいの。あなたはもう我慢しなくていいの。っていうのをちゃんと説明してあげます。それはバースアウトにちゃんと書いてあるから、あなたの傾向っていうのが。で、その傾向を変えた方がいいよということになりますね。ただ、今回新月図にあるのは皆さんに共通なわけですよね。で、共通な何らかのメッセージが含まれています。これは、その動画でも話してますが、まず、ドラゴンテールのある場所は人生が下降したり止まる場所です。なぜならば、繰り返してる負のパターン。でも自分はそれが居心地がいいから変えようとしないから、どんどん下がっていってしまう場所。わかりやすく言うとです。実際はやっぱり本当に全体のアスペクトを見るんですよ。でもここだけ見たときにはそうです。そして、乙女座にあるということです。乙女座のドラゴンテールは、乙女座がこういう人だって言ってないですよ。乙女座のドラゴンテールは乙女座の影だけが出るから、言ってるんですよ。乙女座にはいいとこいっぱいありますからね。ドラゴンテールが乙女座にあるときは、自分の権利の主張、分析癖、批判癖、
がマイナスということなんです。ありのままにあるそのものを愛するのではなくて、ここもうちょっとこうした方がいいんじゃないか。例えば自分の子供に対しても、愛してるよと言いながら、もうちょっとこうしたらね、旦那さんにも、助かってますと言いながら、でももうちょっとこうしてくれたらねって、もうデフォルトでいつももうちょっとこうしたらいいを探してる。だから自分がやってるメソッドでも、もうちょっとこうだったらいいのになって、つまりそれってこう文句を言っている。もちろんその神様に愛されないっていうパターンになっていないかっていうことは、そっちのパターンの人は重要です。で、逆に魚座のドラゴンってヘッド、魚座的でいれば報われますよということで、魚座はありのままを受け入れる。特にいいところを見て受け入れる。だからこれが真逆なんですよ。自分のやっていることのダメなとこ、もうちょっとこうした方がいい。自分自身にも、家族にも、友達にも、仲間にも、この人のこう変えた方がいいところを見てしまう癖を封印して、いいとこだけ見ていくと、いやー、隣の旦那さんより、結局うちの旦那さんの方が絶対いいわ、もうほんと総合的に。っていう風になっていく。これ今旦那さんの話をしてるわけですね。ビジネスの話だから、皆さんがやってるお仕事とか習われてることだと思うんですけど、そうすると自信を持って愛を持って、私こんな素晴らしいことをやってますっていうのを言えるようになりますよね。こそこそせずに。で、プシケ、さっきの話で周りからって言われても、いやこれが素晴らしいんですって言い切れるあなた。結局ね、そういう人のところにセッションに行きたいし、そういう人のところに習いに行きたいですよね。自分がやってるものをダウトでお金をもらって提供しようとしている人ではなくて。で、これがさっきの枝剪定につながっていって、実は私も昔、もう私の肩書きって実は私もいっぱい免許持ってるんです。霊気の先生でもあるし、キネシオロジーも取ってますし、いろんなものを取ってたんですけれども、それらが悪いわけじゃないんですよ。いろんなものをやって、私これ一本で大丈夫よっていうのを人に言えてない。結局あれもやってください、これもやってくださいになるじゃなくて、たった一個この道をでいいと思ってこう枝を剪定して一本、今はセプタグラム、ソウルジャーニー、コーチング、リーディングっていうものを伝える。で、その中に新時代占星術も入っていて、星から見たり、その中にチャクラがあったり、その中にクリスタルやアロマが入っているだけで、もうたった一本のこのメソッドの中に全てがあると思って提供をしています。で、これをみんながやらなくてももちろんよくて、それぞれが自分の木の幹を大切に守っていくという姿勢がぐっと、なんか今まで報われなかった人も、あなた15年ずっとそのセルフケアを続けているんだ。本当そんないいものなの？ちょっと私も習ってみたいなっていう感じで、こう生徒さんがやってきたりするんじゃないかなということでございます。なので、今回の T スクエアはそういう感じです。でももう一回言っときますが、例えば人間関係とかね、会社の中でもうめんどくさいこと全部押し付けられて、とか、こう極端にそうなっているのは違いますよ。なのに会社のありのままを受け取りなさいとは言ってません。大事なのは信念だから。あなたの信念というのがありましたよね。で、それを貫くためにというのがありますから、そんな会社の言いなりだったら私の信念ではないと思った時には、会社を辞めてももちろんいいわけです。ちゃんとこの両方のエネルギーを受け取っていただきたいと思います。ということで、ちなみにもう一個言うと、7ハウスに土星、これも土星がパラスとベスタっていう2つの小惑星とくっついてるんですね。で、このベスタもプシケと同じように、ベスタっていうのは献身を表すんです。一途な。だから、プシケと一緒なんですよ。ハイジアと一緒なんですよ。小惑星ってこの一途なものが多いんですけれども、エロスもそうですけれども、ベスタは、ただ、その、対象が一個決まってるんです。何に対しての一途な裏切らない思いなのか。これが宇宙、あるいは神と言った方がいいのかもしれない。人によってどっちが分かりやすいか。神
を絶対的に信じている。宇宙を絶対的に信じている。ですから唯一神話では神様の横に座ることを許された女神なんです。神様も彼女だけは絶対に裏切らないっていう信用があるからです。そして神の言葉を間違いなく伝えてくれるからということです。自分が例えば会社の社長だとして、スポークスマン誰にしますって私の代弁者です。彼から話を聞いてください。これが間違ったことを伝えられちゃったら困りますよね。だからベスターっていうのは本当に心底その良さを分かっているメッセンジャーということで、ここがもう全部つながってくるんです。それが土星というこれからのビジネスの土台になる。この信用が土台になっていくし、お羊座ですから、で、パラスっていうのは戦略の女神でもあって、ビジネス、女性のビジネスシーンです。ですからそれもひっくるめてベスタ的であるということで、土星7ハウスだからつながり、そういう信頼できる相手とのつながりをここでお羊座だから構築をし始めて、それが今後のあなたのビジネスを支えていくようになりますよということになるんじゃないでしょうか。今回の新月図、強力な T アスペクトの影響、摩擦あります。今回の新月図、本当に気をつけなきゃいけない落とし穴がある。その上で、小惑星の位置がたった一つのキーワードを示してくれているから、それだけ気をつければいい。ということですから、意外にやりやすいと思うんですね。皆さん、ビジネスをここからどんどん成長させていくために、あなたが本当に愛しているものは何ですか？その本当に愛しているものを信念を持って仕事にしていますか？それを受け入れてくれる場所に合わせたり、それを受け入れてくれそうな人に合わせたりしていませんか？ということを考えていく。蟹座という自分が提供しているものやその仲間、この大事な自分のお家を守るという意識を持っていけばいいと思います。なので、ここからですね、なんかそのアロマに恋している人のアロマ発信とか、クリスタルを恋している人のクリスタル発信とか、カードリーニングを愛している人のカード発信とかいうのがこう、ワンサが出ていくと、それぞれの、いわゆるスペシャリストというよりは、それぞれの本当にファン、もう推し的にも愛している人たちがやっぱりその仕事を引き受けていくべきですからね、になっていくんじゃないかと思います。もうここで双子座的な左脳的な、なんか他の人がやってないからこれやろうとか、これこう変えた方が人に、なんかできそうだからちょっと内容変えちゃえとかやってると足元救われますので気をつけてください。ということで皆さん素敵な新月をお迎えください。みんなが大好きな仕事をして幸せになっていける世の中になりますように。